はいどうも、いつきんです。本日の動画は新しい英雄フミルの紹介ということで、いろいろと覚醒の撤回があったりとかで、性能がどうなるかっていうところが危ぶまれたので、そのあたりも含め解説をしていこうかなと思います。まずフミルのステータスですが、氷属性の明治ということで、スピード115の命中がついてるのでデバフとかをばらまくようなタイプの英雄となっています。はい、それでは問題のスキルを見ていきましょう。まずはスキル2からですね。火属性、木属性の味方のターン開始時と自身のターン開始時に自身に元素の知識を付与する。自身のターンに攻撃後元素の知識が3の場合全て消費し研究の成果を発動という形になってます。新しい効果がいろいろとついている英雄なので、覚醒と合わせてこういった新しいタイプの英雄を送り出すつもりだったのかなと思うんですが、今回覚醒がねなくなっているので、それがもともとどういう風に組み込まれてたのかはわからないんですが、まず元素の知識が防御力が 5% アップの3段階累積があります。で、自身以外の味方が付与する元素の知識は1回までということで、追加ターンを持っている英雄とかもカウントは1回だけになるということですね。そして研究の成果追加スキルですが、敵全体の強化効果を全て解除し、合計で 100% の確率で睡眠を2ターン、85% の確率で防御力弾を2ターン付与するということで、非攻撃スキルになります。火属性と木属性が必要になっていて、かつ火属性と木属性が先に動いて、その次にフミルが動かないと研究の成果が、綺麗にね発動しません。なので条件は多いんですけど、発動すると2ターンの睡眠と防御力ダウンを、非攻撃非接触で付与できるので、うまくはまれば相手の動きを止めつつも2周目のターンで一掃できそうかなということで、現環境のクリーブっていうのはあんまり僕も受けてなかったりとか使ってないのでわからないんですけど、大体火力不足がよく見られる感じで、殺しきれなくて耐えられて逆転されるっていうのが今の環境だと多いように思うので、それを睡眠2ターンとか防御力ダウンで、補えるのであれば結構クリーブパーツとしては優秀かもしれません。じゃあクリーブ以外だとどうなんだっていうところなんですけど、あくまで僕の使用状況で先に動けそうな木属性と火属性の英雄なんですけど、まず木属性に関してはよく使うのがザハーク、リリアス、リムル、あとは火力以外であればルルカとかシャルン、この辺が木属性で、かつフミルより先に動ける可能性がある英雄で、火属性に関してはミリム、エド、マスタング大佐、シュナ、ウィンター、この辺ですね。ただ火属性に関しては僕最近の RTA で一切使ってないので、正直フミルを活かせる気がしません。はい、続いてスキル3ですね。敵の強化効果を一旦短縮させて攻撃し、スピードダウンを2ターンの間付与した後、アクションゲージを 30% ダウン。命中時に自身の元素の知識の分だけ固定ダメージを与えるということで、1個につき3000の固定ダメージで、根力解放20消費で効果抵抗無視となってます。でこれちょっと間違いやすいんですけど、単体攻撃になってます。というわけで単体へのゲージダウンと固定ダメージで、根力は明治なので基本的にラグエルを持たせると思うので自前で用意できるっていうことで、実質抵抗無視でデバフとかを入れることができます。でクリーブの天敵であるデスティーナとか、あと最近だとメイドクロエとか、僕はよく使うんですけど、そのあたりの高抵抗プリーストにゲージダウンと固定ダメージで削りを入れれるので、クリーブパーツとしてはそういった厄介な蘇生プリーストを倒せるっていう点では優秀かもしれません。はい、そして最後スキル1は、攻撃力ダウン付きの単体攻撃ということで、これは特に目立ったスキルではないですね。はい、そして制約英雄なので、モチーフ異物もあります。影の根源石ということで、味方全体の効果命中を 10% アップ、自身以外の味方のターンが2回終了するごとに自身のアクションゲージを 20% アップという感じになってます。効果的に言うとこのフミルのパッシブに合わせたような感じですね。木と火がそれぞれ1回ずつ動いて、このフミルがゲージアップしてくるっていうような異物なんですけど、
まあご存知の通り明治ということで基本的にダグエル一択なので使う場面はほとんどない異物かと思われます。はい、それでは総合的な評価ということで、最終的な評価なんですけど、あくまで僕の戦い方では活用できそうにないので、正直、あんまり引きたくはない英雄ではありますが、クリーブパーツとして評価すると、例えばアタッカーに闇テネを入れて、で残りの属性に、非属性はエリコス、貴属性はキーのリリアスとかシダーとかザハークみたいな感じで組めば、根力も闇テネ分で40あって、臨機応変に根力を使って火力を出せるんじゃないかなと思います。防御力ダウンをつけれる可能性があるっていうことで、かなりダメージも出ると思いますし、睡眠で時間稼ぎすればエリコスなんかの連携も活かせるので、今までのクリーブよりかは通ればかなり火力は上がるんじゃないかなと思います。というわけでめちゃくちゃ強いわけではないですね。もちろんこのステータス見る感じかなり控えめな感じで、ひょっとしたらこの覚醒でさらに強くなっていたのではないかと予想もできる程度なんですが、クリーブ使いっていうのはやはりタクが多ければ多いほど初見殺しができるので、使う場面は全くないかって言われるとそうではないので、クリーブをよく好んで使う、最近はあんまいないと思いますけど、そういう人は、持っといても損はしないかなと思います。そしてクリーブ以外の場面では睡眠2ターンが非常に珍しい効果ですね。フミル以外で言うとシュナしか持っていないので、かなり珍しい方ではあるんですが、条件が条件だけにフミルを使って睡眠2ターンつけるんであればシュナを入れた方が安定するんじゃないかなとは思います。なのでクリーブ以外で使う場面もちょっとなかなか難しそうな気がしますね。結構イラスト、このフミルのイラストとかスキルモーションめっちゃかっこいいんですけど、ちょっと残念かなっていうところですね。ただ RTA 以外闘技場だったら遊ぶ分にはかなり面白そうな動きができると思うので、一応1体引いて成長のカゴに入れて闘技場でしばらく遊んでみようかなと思います。はい、というわけで、新英雄、いろいろとあった中での最新英雄実装ということで、いろいろと期待されてたりとかどうなるか不安だったりとかもあったんですが、どうかなというところですね。ちょっと感想に非常に困ってはいるんですけど、ただ性能だけ見ると多分覚醒があったらもっと使いやすくなっていたのか、結構その睡眠と防御力ダウンって今の環境に非常に強い状態以上なので、例えばスタンが効かない光ランディなんかは防御力ダウンに弱いとか、あと最近実装された闇ユピネなんかは睡眠とか防御力ダウンに非常に弱いので、特にゲージダウンもねこの英雄ついてるんで、ゲージダウンして相手が動く前に煮えごと処理するみたいな使い方もできるので、かなりこのスキルの持っている効果っていうのは今の環境にマッチしてるんですけど、なんかちょっとずつ足りない感があるなという英雄でした。はい、というわけで今回の動画は以上となりますので、皆さんの意見も、この英雄ねなんか不自然さを感じるみたいなところがあればぜひコメントをしてみてください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。